はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日はタイトルにもあったと思いますが、白州蒸留所に行ってきましたという動画をご紹介したいと思います。で、こちらの白州はサントリーが出してるウイスキーです。で、サントリーの有名ウイスキーとしては、山崎とか響とか、この白州とかがあるんですけど、この白州を作る白州蒸留所っていう蒸留所は山梨県にある蒸留所なんですが、サントリーが手掛ける2つ目の蒸留所ですね。最初に作ったのが山崎蒸留所で、2つ目に作ったのがこの白州蒸留所で、1973年に開業といいますか、運用を開始しているということで、もうね50年ぐらい経つ蒸留所ですが、そちらに行ってきたのでご紹介したいと思います。で、こちらの白州のウイスキーの特徴としましては、このソーダでね割ったハイボールが特に人気なんですが、こちらはちょっと緑がかったグラスで、こちらはその蒸留所に行くとこのグラス購入することができますが、1000円ちょっとぐらいでね買えるので、結構ねおすすめな品ですが、はいちょっと話それましたが、はい、ソーダ割りですが、ソーダ割りにすると青りんごとかミントの香りがして、かなりね美味しいハイボールです。ちょっと一口いただきます。もうねごくごくっていきたい感じになりますが、やめときますが、はい、そんな白州蒸留所に行ってきました。で、私の動画でこれを紹介する理由としましては、ホテルとかねもいいと思うんですけど、私が経験してってることとか趣味にしたこととかもね今後はちょっと紹介していきたいなと思いますので、その一つっていう感じですね。で、推しポイントとしましては、日本のウイスキーは世界でとても評価が高くて、このサントリーの、出してるちょっと後ろにあるんですけど、この山崎の12年っていうのが今年のウイスキーの世界のコンクールで世界1位を取ったんですけど、いろいろねこう世界で品評会とかコンクールとかで日本のウイスキーはかなりいい賞を取っているので、もう世界に誇るメイドインジャパンが誇るものの一つかなと思いますので、テクノロジーとかではなくてね、こういうものも日本頑張ってるよっていうのも含めてちょっとご紹介できたなと思います。はい。で、ウイスキーがね好きじゃないっていう方も、ウイスキーの蒸留所ってどんな感じになってるのとか、何ができるのとか、もしよかったらね見ていただけたらと思います。はい。では早速白州蒸留所に行ってきました動画、ぜひご覧ください。はい、よろしくお願いします。今日は、白州蒸留所をちょっとご紹介したいと思いますので、じゃんと白州蒸留所着きました。はい。じゃあちょっと歩きながらねちょっと行こうと思うんでお願いします。はい。これあれかな、私こうやって歩いてないと後ろになっちゃうのか。はい。ちょっとね前振りのところで話してますけど、山梨県のちょっとめっちゃ元気がしてる、山梨県の北杜市ですね、はい、にある白州蒸留所で、サントリーのウイスキーの蒸留所になります。はい。ちょっと説明はね前半にしてると思うんで、今はいい感じで秋で紅葉もしてるんで、はい、いい感じです。で、こちらは予約しなきゃいけないんですけど、3つかな、予約のパターンがあって、1つは無料見学のみで、これは中の施設軽く見学できるのと、買い物がねちょっとできる。で、あとは3000円のツアーで、今日はこの3000円のツアーを当選したので、3000円のツアーをご紹介したいと思います。はい。こんな感じで、ここ撮影スポット。はい、こんな感じ。はい。で、ここの建物が、最初に入るお店なんですけど、ここは多分、他のツアーとか当選してなくても簡単な買い物できるんですけど、白州のウイスキーとかは、無料の見学の申し込み、もしくは3000円のツアー、1万円のツアー3つあるんですけど、そのどれかに当選してないと奥の買い物スペースには行けなくて、白州自体を買うことはできないっていう感じですね。で、今日の3000円のツアーは、ノーマルの白州の、テイスティング、原酒の構成がどうなってるかとか、原酒の味を飲み比べたりするのと、蒸留所の見学が含まれているツアーになりますので、はい、ちょっと行ってみたいと思います。で、ツアー自体は撮影ができないので、ちょっと中の施設ね、それ以外の場所は撮影できますが、ツアー中の、写真とかは写真は撮れるので、ちょっと戻ってきてからこの辺でまた紹介したいなと思いますんで、はい、ちょっと行ってみたいと思います。はい。で、ちょっと中入りましょう。この辺はね、まだ確か大丈夫です。
こんな感じ。なんで、ここが軽くギフトショップになってるんで、まあ、買い物ができるのと、ここ左に行くと、まあ、当選した方の確認とツアーできるんで、そんな感じになってます。じゃあちょっと、ここで手続きしちゃいたいと思うんで、一回手続きしてまたそっちね、出て始めたいと思うんで、はい、ちょっと一回止めたいと思います。受付が終わると、こんな感じで、会員証みたいなやつもらえます。で、今日は1時15分からのツアーなので、こんな感じで書いてあります。で、ドライバーの方は、ここがピンク。で、ドライバーじゃない方は緑。で、お酒がね、飲めるか飲めないかっていう感じです。で、今から、こちらの、入り口の建物を出て、この橋を渡って、ツアーの開始場所とか、なんだ、レストランとかね、こちらはあるので、レストランとか、簡単なね、博物館とかあるので、そちらまで歩いていきたいと思います。はい。で、ちょっとね、せっかくなんで、こちらの蒸留所の話しようと思うんですけど、白州蒸留所は、まあ、もともとサントリーは、山崎蒸留所っていう蒸留所があったんですけど、まあ、他のね、タイプの原酒が欲しいってことで、サントリーさんが2個目だと思うんですけど、作った蒸留所で、1973年に白州蒸留所はできているので、もう50年ぐらいですか？はい、経っております。はい。で、まあ、こんな感じで、かなり、まあ、山梨県の北杜市っていう、まあ、南アルプスのふもとって感じですかね、にある施設で、まあ、かなりね、広い、東京ドーム何個分みたいな話もツアーで話してくれますが、まあ、あっちにちょっとカメラ振ってもらって、あちらに見える山が八ヶ岳っていう山です。まあ、私は山が好きなので、まあ、こういうのはね、いいかなと思います。で、紅葉の時期は、まあ、こんな感じで、紅葉もかなり綺麗ですし、冬になるとしっかりね、雪も積もるので、まあ、真っ白いね、白州蒸留所もいいかなと思うんですけどね。はい。よいしょ。はい。なんかこんな感じで、山の中をね、歩きながら行くウイスキー蒸留所ツアーもおしゃれでいいかなと思いますよね。はい。で、なんかこちらの森の紹介の、まあ無料ツアーみたいのもあるので、まあこちらは来てから申し込みができるので、さっきのビジターセンターみたいなところで、ツアーに申し込むと、この森にある植物とか、鳥の説明とかをしてくれるツアーもあるので、まあね、ちょっと遠足がてらここを存分に楽しみたいっていう方は、そういう無料のオプショナルツアーみたいなやつも申し込んでみるといいかなと思います。はい。で、まあ他のね、蒸留所さんになっちゃうんですけど、宮城郷蒸留所とかもそうなんですけど、まあ基本的には元あった自然を壊さずに、まあいかに蒸留所をやるのかっていうのは大きなね、テーマにしてるので、こんな感じで鳥もいっぱい見れる。で、なんかこういう鳥が、まあ、最初いた鳥が本当にずっといてくれるのかとかも確認しながら、自然環境が破壊されてないかとかも確認してるって話はしてたので、まあなんか、いいっすよね。はい。で、まあ白州は結構爽やかな原種というか、青リンゴみたいな味もしつつ、爽やかな感じなので、なんかまあこういうね、ある場所もお酒自体の味とリンクしてる感じがしていいんじゃないかなと思いますけど、はい。まあそんな感じですかね。はい。で、こんな感じで、ちょっと山道歩いていくんで、ちょっとここは私を撮ってもらって早送りしちゃうかもしれないですけど、はい。のんびり歩いていきます。はい。で、ちょっと施設紹介したいと思います。こっち側の施設で、買い物が軽くできるのと、有料テイスティングができるバーがあるので、まあ、バーのメニューとしては、まあ、山崎とかサントリーさんのウイスキーも全般山崎12年、山崎18年とか、響とか響21年とかも試飲できるので、そちらね、ちょっと
この辺にスペース作ってもらっていいですか。後ほどね、バーに行って、バーのメニュー、写真撮りたいと思いますんで、軽くこの辺に載せます。はい。で、こっち側。まあ、見てもらって、私見切れちゃってもいいんですけど、あそこが、ツアーの開始の場所と、上が博物館になってるので、で、博物館は、無料の見学の、当選というか、抽選に当選しても、こちらの博物館は無料で見れるので、ちなみに、この博物館は動画も多分撮れるので、後ほど撮りますけど、まあ、これだけでもね、正直、結構満足度高い感じです。なんで、ウイスキーの作り方とか、歴史とかですか、サントリーのウイスキーの歴史とかもこの博物館にあるので、いいです。で、上に展望台があるんですけど、展望台も後ほど行ってみますけど、展望台はね、何ってないね。なんで、そんな感じなんですけど、はい、そんな感じ。で、こっちが、今年の、夏に、はい、秋かな、9月ぐらいに開業したレストランです。で、こちらのレストランでももちろん白州飲めますし、まあ、白州に合う食べ物とかも食べれます。で、こちらも後ほど行ってみますけど、ハンバーグとかカレーとかピザとか、結構本気で美味しいです。なんで、こちらもね、ぜひ寄ってみてください。で、こちらは予約してくることもできるんですけど、まあ、当日来ても、番号札を取って食事できますので、で、今まで私が来た傾向だと、あちらで抽選札じゃない、番号札を取って、こっちのバーに来て、バーでちょっと飲み終わってから来ると、いい具合に順番になってます。はい。なんでそんな感じで楽しめるかなと思います。で、まあ、お手洗いとかもあるので、まあ、ちょっとこれ、お手洗いの場所をここで言う必要があるかわかんないですけど、あの建物の下にお手洗いありますんで、結構ね、お酒飲むんで、このツアーも飲みますし、有料テイスティングのバーでも飲んでしまうと思うので、まあ、お手洗いの位置はね、結構大事かなと思います。じゃあ今から、ツアー参加して、ツアー参加した後で、ショップと、無料じゃない、有料テイスティングのバー行ってみたいと思うんで、そちらご紹介したいと思います。じゃあちょっと、ツアー行ってきます。はい。今、ツアーが終わりまして、こちらのバーに動ってます。あ、もう OK ですか？はい、じゃあちょっと行きたいと思います。あ、すみません。お願いします。3人で。はい、お願いします。お願いします。はい。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。どうも。撮ってるよね。はい、大丈夫です。はい。はい、じゃあちょっと今、あたふたしましたが、こちらの席をリザーブしまして、ちょっと全体撮ってもらって、はい、戻ってきてもらって、はい。はい。で、すでにツアーで何杯か飲んでるんで、ちょっと赤くなってますが、リアルってことで。で、ちょっとね、こちら、メニューありますけど、またね、後ほどこちらは載せるので、ちょっとこちらで、バーで、はい、飲みたいと思いますので、はい。で、まあ、こちら、ちょっとメニュー、これ映ってますか？ちょっと見ましょう。これ、文字読めますかね？はい。で、ちょっとめくりますね。まあ、白州、いろいろ、白州の飲み方、いろいろと、こんな感じで、響の21年とか、まあ、30年とかね、山崎の25年とか飲めたりします。これ、さすがにね、山崎とか響とか600円とかで飲めるんで、なかなかね、今、ノーマルのでも600円で飲めるバーとかもないと思うんで、まあ、ただせっかくなんでね、こっちの飲みたいかなと思いますけど、まあ、あとは、はい、こんな感じで、サントリーのね、ウイスキーは全般に飲めますが、まあ、こちらを飲むのはちょっともったいないかなと思うので、はい。で、あとは今は2024年なので、2024年の限定ボトルの白州と、響の100周年モデル飲めますが、これめっちゃ美味しいんですよね。はい。こんな感じで、私のおすすめは、はい、ちょっと、よいしょ、まあ、最初のページにあるんで、こちらでもおすすめなんですけど、飲み物とのね、ストレートとかとのペアリングの食べ物もついてるのと、まあ、こちら、白州の熟成体験っていうので、ノーマルと12年と18年を飲み比べれるっていうなるんで、これが1600円は実はね、かなりお得なんで、まあ、こちらがおすすめですけど、
私はちなみに、ちょっと何飲もうかな。まあ、飲み比べは割とこちらに来て飲んでるんで、まあ、この、山崎18年か、響のね、100周年を飲もうと思いますが、はい、ということで今からちょっとあちらで購入して飲みたいと思います。まあね、緑な感じで、おしゃれなので、ぜひこちらもおすすめです。じゃあちょっと飲んできます。はい、私は、こいつを頼みました。はい、で一応ちょっとこの辺にちょっとスペース空けてもらってボトルと一緒に撮った写真載せます。でこちら響の、アニバーサリーブレンドですね。100周年記念のボトルです。まあ、これ結構私ここに来るときにこれを頼みます。でなんでかっていうと、100周年記念が2023なのかな。で、もうすでに筆値でしか基本買えないので、はい、これを飲んでますが、ちょっといただきます。響は、これあんまテイスティング系事故になるんでほどほどにしますけど、結構なんかビターなこう果物とかっていうよりも結構華やかな印象あるのと、ちょっとシングルモルトウイスキーって、その小麦系の味がするんですけど、チタってグレーンウイスキーっていうウイスキーで、ちょっと大麦麦芽ではなくて、トウモロコシとかを使った、ウイスキーなんですけど、その、ウイスキーってちょっと、言い方を分かりやすく言うとシンナーというか接着剤っぽいような香りの風味を拾うんですけど、なんかそれがトロピカルとかだったり、パイナップルとかの香りとかに感じたりするんですけど、響はチタと、白州と山崎が混じってるんで、そのグレーンの味を割と香りを拾うんで、なんかこうパイナップルとか結構トロピカルな感じがして、しかも華やかな感じがして、めっちゃいい香り。ちょっといただきます。うまい。甘さもありますし、なんか果物の感じもするし、私は割と響をなんか和のあんことか、なんか桜とかの風味を拾って、シンプルに美味しい。でもこれ以上やると事故になるんで、はい、そんな感じですね。テイスティングノートとかあまり公式の見てないんで、もう全く違うこと言ってるかもしれないですけど、はい、ちょっとこれいただいて、ショップの方に行って、はい、終わろうと思いますけど、後ほどね、ちょっとツアーの様子とかお話ししたいと思いますので、もう少しだけお付き合いいただけたらと思います。では、ちょっといただきます。はい。無事飲み終わりました。で、今日ちょっとショップね、どんなことあるかまずご紹介して、ショップはこんな感じで、ちょっとね、中は人映っちゃうんで、写真でも撮っとこうかな。今からショップで買い物するんで、こんなものあったっていう写真、この辺に載せようと思いますけど、グラスとか買えるんですけど、テイスティンググラスとか、白州の緑のグラスとかが、人気だと思うんですけど、意外とね、そんな高くなくて、1000円とか1500円とかで買えるので、こちらはね、ぜひね、記念に買っていただいてもいいかなと思います。はい。で、ちょっと、この他このショップ以外にレストランあるんで、ちょっとレストランの方行きます。はい。で、レストランのに向かいつつ、レストランの前でちょっと紹介して、食事したの写真載せようと思いますけど、レストランとかはさすがにね、食事中にあまり写真を撮ると周りの方にも良くないと思うので、ホテルのね、動画でもそうなんですけど、レストラン内の写真は控えようと思います。さっきのテイスティングバーのところは写真撮る方が結構いたので、撮る空気感があったんで撮りましたけど、はい。ただ、こちらのレストランはさすがにしっかり食事をする場所なので、ちょっと中の動画は控えようと思います。で、ちょっとこっち側来てもらい、はい。で、こちらレストランあります。で、レストランで食べたものね、載せようと思いますけど、私前回食べたのもあるんで、ここでね、載せながら喋ろうと思いますが、ハンバーグとか、パスタとか、あともちろん白州のハイボールとか飲めますんで、ご飯もしっかり美味しいレストランなので、ぜひね、食べるといいと思います。で、あそこで、今ないんですけど、混雑してる時でも、チケットを取って、整理券みたいなの取ってやれば、30分ぐらいでね、食べれることがほとんどなので、はい、来て、ちょっと混んでても、取ってちょっと回ってれば、すぐ食べれるので、
はい、いいと思います。で、ちょっと最後に、ここ暗くなってきちゃったんで、ここで締めようと思うんですけど、蒸留所ツアーの、紹介ちょっと載せようと思うんですけど、この辺載せようと思いますが、ウイスキーができるまでの過程とか、貯蔵してある樽とか、で、マスターブレンダーとかブレンダーの方々がどんな思いでブレンドしてるのかっていう話とかを、図を使ってね、説明いただけたり、最後は、ツアー最後ですね、白州の製品、白州というウイスキーがどんな原酒を混ぜてできてるのかとかを、それぞれの原酒のテイスティングとかをしながら飲み方とかをね、紹介してくれたり、なんかこんな味拾えるよとかをね、図で見せてくれたりして説明してくれるんで、これもね、経験にね、いいと思います。なんか伸び比べたりすると、より、舌とかね、もう超えますし、知識も増えますし、プロの方々がどんな味を拾えるのかとか分かるのは、なるほどね、みたいなこともあって、発見もあったりするんで、楽しいかなと思います。で、あとは、無料で入れる、博物館あるんですけど、こちらもね、写真載せていこうと思いますので、こんなのあるよと。なので、無料の、見学も抽選でできますし、で、あと無料の見学はサイトで2ヶ月分ぐらいは空いてれば予約ができますので、山崎の蒸留所はかなりね、街中にあるんで、それすら埋まってるんですけど、白州の蒸留所は平日とか土日とかでも無料の見学は意外と空いてるんで、ご確認いただいて、チェックいただけたらと思います。で、一応予約サイトというか、調べるサイトは概要欄にリンク飛ばしていくので、そちらでご確認いただいて、空いてるとこ予約来ていただけるといいと思うんですけど、無料の、博物館のやつも出しますけど、無料の博物館も一通り見て、このものづくりツアーっていう3000円のツアーも参加した感想では、同じぐらいの知識は、博物館でも手に入ります。ただ、ツアーに申し込むと、それを説明していただけるっていうことと、ちょっとね、図とか、演出がね、あるっていうことと、最後テイスティングがついてるんで、そういう魅力はありますが、有料テイスティングの場合は無料の予約でも、見学の予約でもいけるので、お酒自体はね、飲めるんで、ちょっと安くウイスキー飲めたりするんで、そういうのもいいかなと思います。はい。で、一応最後ツアーの話をもう少しだけ深掘りしとくんですけど、無料のツアーと、3000円のツアーと1万円のツアーが今あるんですけど、3000円のツアーは、うまく在庫がある状態だと、白州の12年を購入する権利をいただくことができます。で、私も今回は12年を購入するんですけど、ただこちらはいつでもあるわけではないということなので、ちょっとね、タイミングによってはもしかしたらないということもあるのかなと思います。で、無料の見学できた場合は、お店に在庫があれば、ノンヴィンテージ、12年とか18年とか年号がついてない白州と、この蒸留所のみで買える、限定のボトル2種類あるんですけど、その3種類の中から1本購入することができるので、写真載せときますけど、そんな感じで、蒸留所に来たから買えるものっていうのもね、あるので、特に白州が好きな方はね、白州が欲しいっていう方もいると思うんですけど、無料の見学ツアーでも在庫があれば、そちら購入することができるので、来てみてね、あったらラッキーって感じで購入いただくといいのかなと思います。はい。ということで、今回は、サントリーさんの白州の蒸留所にお邪魔しましたけど、蒸留所ツアー、ウイスキーが好きな方はもう絶対楽しいですし、蒸留酒が飲める、ウイスキーとかブランデーとかが飲めるっていう方は、仮にね、今そんなにウイスキーに詳しくなくても来たらいろいろ楽しいことあるかなと思いますし、そんなお酒飲まないけど、ちょっとぐらいね、経験に来てみようかなと思っても、結構大人の遠足っぽくて面白いかなと思いますんで、しかも日本はウイスキーとか、お酒はね、結構ビールとかも含めて、世界で通用するものもたくさんあるので、はい、日本の文化を知るとか、日本が海外に誇るものを勉強するっていう意味でも、結構ね、いいかなと思います。はい。なんか日本にいてよかったなって思うことの一つでもあるんで、はい。結構楽しかったかなと思います。はい。ということで、今回は、サントリーの白州蒸留所にお邪魔しました。こんな動画もね、たまに上げていきたいと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。では、失礼します。